突然ですが、前のファッションショーの投票の結果を発表したいと思います。というわけで、これからはもっとアーチメイジらしい行動を行ってみる。皆様このバカなことにも親切に付き合ってくれて誠にありがとうございます。はじめましての方は何が起こってるのかわからないだろうけど、とにかく参加する時間はまだあるから、よろしければ面白そうなところからこのシリーズを見始めてください。よろしくお願いします。では本番を始めようか。皆様こんにちは、ハグでございます。投票はまだできるとはいえ、ファッションショーの結果は花壇になっているみたいから、ドラゴンスケールの鎧の時みたいにそれのセットをちゃんとしたいと思います。さて、これはですね、バグをほとんど使わずにちゃんとしたいから、そこにバカな力を耐えるつもりもほとんどありません。あ、しかし、さっき作ったほとんど普通なポッションを飲まないとどうするんだ。あれ、そっちじゃないって。よし、行くぞ。まずは、ブーツだ。ちゃんと早く決めないと、ポッションの効果がなくなるけど、やっぱり俺はスタミナと、霊気耐性がいいな。そして、アーチメイジズブーツ。これでいいですね。次は俺の、革手袋だ。ちょっと、急ぎすぎてるのかな。ほら。炎耐性が欲しいけど、手袋にはつけられない効果だ。スニーク、いや、もう時間がなくなってしまった。早送りの匂いがするな。結局こう決めた。運びルームと上げるのがいいかと思う。そして俺はいつもしがんでいるのに、お水のスケールが上がらないから、お水上昇でいこう。では、アーチメイジズ、スニーキーグラブズ。出来上がり。よーし。でもな、アーチメイジの指輪やサーカルがまだないんじゃないか。先代のそれで我慢するか。我慢できなかった。残念ですが俺は今ちゃんとできるサーカルがないんだ。忘れていたけど、サーカルは自分で作ることができない。これで変性も破壊も、回復魔術も使う MP が下がるけど、結局俺の MP はちょっと減った気がする。とにかく、変性魔法ね。もう鎧を切っていないから、身を守るために、最強のアーマーの呪文を探したいと思う。そのクエストを始めるには、まず変性魔法のスキルをマックスにしないと。こうやって粘土を使えば、5分以内にレベル100になれると、どこかに読んだことがある。よしよしよし。ほら、もう分かっているじゃないか。結構いいペースだと思うけど、やっぱ MP が気になるな。現実に、粘土が使えたら便利そうですね。この粘土量は MP が切れるとき、持ってるものは飛んでしまうのが厄介ですが、ほら。ちょっと待って。昔の発展からだいぶ使ってるじゃないか。弱いところはいつもアルミで償えるけど。
ほら、念動力があったら、ほんま、なんか、トイレでも安心して読めるだろう。何が5分だ、まったく。やっとだな。まあ、燃費の回復に、ちょっとふざけることにも時間がかかったけど、30分以上経っているぞ。さて、変成魔法の達人を会いに行こう。その人は豆腐でおじいさんです。で、さすがに彼はこの達人たちのホールにいるよね。違います。こんなところにいたのかよ。そんなことより変成魔法の何かを俺に教えられるか？その答えは期待してた。悲しいことに俺はストーンフレッシュしか知らない。どうすればいいかね。まあ、ドラゴンの何かが欲しいなら、相当なドラゴンスレイヤーがここにいるぞ。あ、でもな、この状況ではどうなるのか予想できないな。新しいモードも入れてるしな。そういえば、最近日本ではモードが MOD とも思われてるって耳にしたが、本当ですかね。頭文字じゃないからな。Presumably a deceased one. はいはい、ウルフを取ってくる。
That would be wonderful. I'll be sure and have everything ready. This is exciting, isn't it? しかし、出かける前に情報が多いし、そのダグの情報をくれ。Not much, I'm afraid. いや、わからないの It か。 was named Kabazine's Fang after the dragon worshipped by the まあ、 particular sect これは of the 破 cult. 壊魔術の時 They と were 違っ said to て be マー quite プマーク fond はあ of りそう ritual です sacrifices. So fond, in fact, that the high priest spent a great deal of time sharpening the dagger. That way, it い was けると思う。 always ready for the next で inevitable も、 victim. Perhaps not the brightest spot in Skyrim's history. はいはいはい。でもヒントを残さずに、ウルコ。 Not just you'll need then if you should happen いやー、これもう知って even るよ。 just one should be enough for me to complete my research. じゃあ、ジェイザゴ、行こうか。やっぱり、兜が似合い方がいいね。今回、まあ、っていうか、前編かもしれないな。この前編が終わる前に、フレルダ先輩は俺のアーチメイジの務めに手伝ってもらってることがあるんだ。ブーカだからな。どこだ。あった、俺のライトニングストームのアップグレードだ。トンボ切りから着想を得た分子切りだ。ライトニングストームのダメージからあまり変わっていないはずだけど、痛みのレベルが違う。まだ実験的ですけどね。その後はライトニングストームをポータブルにした、サンダーストームです。ライトニングストームより効果が弱いけど、キャストしてるときはまだ走れるから、まあいいでしょう。このクエストで、このサンダーストームをしっかり試したいと思う。さて、そろそろ変勢魔法の練習中のレベルアップを実行しよう。せっかく変勢魔法のスキルを上げたから、そっちの星座でいいパーク探してみようか。あ、これだ。まずは、デュアルキャスティング、それはやらないな。メイジアーモーもやらないな。魔法耐性。まあ、後でもいいけどな。分子切り、カッコ狩りと、サンダーストーム以外のかっこいいモードの呪文を紹介したい。この呪文は本当に、この実況シリーズにふさわしいと思う。召喚してる時は重すぎてあまり使えないけど。そう、召喚と言ったけど、もちろんこれは破壊魔術だ。さて、この呪文は、宮殿の召喚だ。面白いぞ、これは。ほーら、綺麗でしょ。こいつに近づく敵は自動にライトニングボルトと雷のマントのような効果を行う。だが、この宮殿が電撃してるときは俺の MP を使うし、それが全てなくなるときは爆発する。まあ、タイムリミットもあるけど。タイムリミットもあるけど、なんだ、まだ立っているのか。召喚した宮殿が爆発すると、周りの NPC たちを飛ばすのが面白いけど、ジェイザゴはそれを見せる気じゃないようだ。さて、俺は予備的テストや呪文の整理をやらなければならない。そしたらカボナンタロのカビを探し出す。牙がなぜカビになった？